なちゃんのね、分量、もうちょっと見たいなっていうのはやっぱちょっと思ってるところなんですよね。なんかね、今回見てて、まあ確かにその分量のところはなというのを思いつつ、ただまあ、アンドミーチームの中で一番分量なかったのはなんかももなちゃんの雰囲気はありましたけどね。今のところまだそんなにやっぱ分量ちゃんともらってる感じはないですね。ももなちゃん見てるとね。今回はアンドミーチームが1位になったというところで、まあでも本当に素晴らしいパフォーマンスだったと思いますし、どこのグループさんがその上位に来ても全然僕はなんか文句はないというか、本当にいい素晴らしいパフォーマンスだったなというふうに思ったので、だから逆に言うとポップコーンチームがもっと上に入る可能性も全然あったんじゃないかなというふうに思うぐらい、どこのグループさんも本当に素晴らしかったなというふうに思ったところがあります。でやっぱりボーカルの強い方がいるチームっていうのはこう強いよねっていうのは一つ感じた部分でもあったので、まあ、今回はつづみちゃんのバタフライですねが本当に効いたよねっていうところもやっぱりこうある中で、目立つポイントを取りに行くっていう風になると、まあ一個ボーカルなのかなっていう風に思ったんですよね、つづみちゃんとか見てると。ただってことはよ、あやねちゃんも分量ってなるかというと、あやねちゃんは別に分量めちゃくちゃ多いわけじゃないじゃない。今回もなんか本当にオーディションに参加してることが分かる映像のみみたいな、本当最低限の映像じゃないっていうぐらいのあやねちゃんの分量でぶちかましたじゃない、最後に。なんか全部持ってくみたいな。すごい本当にももなちゃんのね、もうちょっとその練習してる雰囲気とかも見たかったなとは思いつつ、結構あれなのかな、黙々とこううまく練習できてるというか順調に練習してる雰囲気もあるのかな。めちゃめちゃ悩んでますとか葛藤してますみたいなのがそんなに多くないのかな。まあ、あとメンバー間とのコミュニケーションもすごくうまく取れてる印象がある、見てる感じですけども、心ちゃんと、まあ、結構こう仲良しというか、そんな雰囲気はありますよね。なんかこう番組を通じて加藤心ちゃんと笠原桃奈ちゃんっていう、まあ、セットでこう一緒に行動してるとかが多いと、その雰囲気というかその印象というか、その2人で結構こうまあ解決できるじゃないですけども、そういうふうにもなれることがあるのかな。もう絵的に完璧すぎて、なんかその練習生たちの葛藤というよりかはもうなんかそのある意味エキスパートたちのコミュニケーションになってるのかもしれないですね。想像だから分かんないけど、心ちゃんも言うてそのなんでしょう、ビハインドっていうんですか、すごいこう葛藤、まあ1個あったか、前回はあったか、まあ、前回はあったね。あれは桃奈ちゃんいなかったからね。桃奈ちゃんいなかった、なんかもうセットで考えすぎか。そうだから桃奈ちゃんのね分量もうちょっと見たいなっていうのはやっぱちょっと思ってるところなんですよね、応援してる身としてはね。まあでもそうか、これで分量が逆に多いと桃奈ちゃんのそのまあ知名度とかね、人気だったりとか、まあそういうもともとの母体の強さみたいなところに拍車がかかるんじゃないかっていうところもあって、まあ、あえて、まあ、運営さんの方で調整してくださってるっていう可能性もありますもんね。まあ確かにね。アンドミー多分ダンスも結構僕いいなと思ってて、振り付けがすっごい可愛くて、この部分とか結構慌ただしく一人一人こう映してるからあれなんですけど、定点とかで見たら多分めっちゃいいと思うと思います。今回のはまあワンカメみたいな雰囲気の撮り方もしてるのと、まあ、あとそのアングル変えたりするのがあるので、基本的にはやっぱりダンスの雰囲気っていうよりかは歌ってる人の雰囲気の方が、曲の雰囲気もあると思いますけども、アンドミーチームは結構なんでしょう、テンポ感とか疾走感とかがある程度その変則的ではない部分があるので、まあダンスブレイクとかもねちょっと面白かったんですけどね。ただまあそういう綺麗な映し方になってたなっていう印象はありますかね。アンドミーとか、まあ、ポップコーンとかかな、まあ、ポップコーンもちょいかましはあったかなというふうに思うんですけど、まあでも曲の雰囲気的にはそういう映し方にもなるよなとは思いましたね。よかったですよ、でもすごくとっても良かったです。